絶品のステーキ丼、幻の赤牛をハッピーワンシティで探しました。 RV パークで豪快調理、豪華な車中泊のステーキディナー、快適愉快超楽しい RV パークも紹介します。車中泊旅の決定版ですよ。今幻の和牛を求めて高知県の嶺北地域に向かっています。ところで皆さん、高知に幻の和牛が飼育されていたことをご存知でしたか？土佐の赤牛と呼ばれて年間の生産数が550頭です。全国の和牛の 0.1% しかない超希少な牛です。肉質は脂身が適度で赤身の旨味が強く、グルメの中では大人気の和牛です。しかしそんな貴重な肉だけに高知に来なければなかなか食べることができない牛肉です。高知県内でも食べれるお店は限られているとのことです。その土佐赤牛の本場に今向かっています。高知の嶺北地域には赤牛街道と呼ばれる街道があるんです。その街道に沿って赤牛の焼肉、ステーキ、カレー、ハンバーガーなど多彩なメニューのお店が並んでいるそうです。本日私が目指しているのはその中で赤牛の牧場が直接経営しているレストランです。そのお店はステーキ丼やハンバーガーが美味しいらしいんですよ。赤牛が安く購入できる地元のスーパーマーケットにも寄ります。夜は愉快で個性的な RV パークで調理をします。そうそう、お肉ですからお酒は当然赤ワインですね。高知では珍しいワイナリーによって絶品の赤ワインも手に入れています。ハッピーワンシティのサイドタップの下でワイルドな調理をして豪華な車中泊飯を食べましたよ。着きました。高知自動車道大豊インターから約15分、昭和レトロないい雰囲気のレストラン。お店の名前がこれまたストレートです。丸ごと赤牛。店の名前を聞くだけでよだれが出そうですね。なぜか入り口に笑うセールスマンが。不思議な入り口ですね。こちらのお店、ステーキ丼やハンバーガーがやはりメインのようですね。美味しそう。迷いに迷った挙句、私はステーキ丼を選びました。こちらのお店、店内も昭和レトロでいい雰囲気ですよ。こういうレトロな雰囲気のお店って本当に美味しそうですよね。実際美味しかったです。来ました、ステーキ丼。見てください、この赤身の肉。赤牛というだけあってあまりサシは入っていないです。もう見た目だけで肉の旨味が伝わってきそうですね。肉の上に乗っているのは西洋わさびです。それではソースをかけていきますね。この丼、高知でしか食べれないんですよね。そう考えると本当に贅沢ですね。わさびを乗せていただきます。思った通りの味でした。うまみの強い肉汁が口の中に広がり、その後に駆け込んだご飯が赤牛と融合して最高でした。そんなに柔らかくはないんですが、もう口の中に入れて噛めば噛むほど肉汁が出てきて本当に美味しいですね。肉を食べているという感想です。味が濃い肉だけにこれはもう赤ワインに合うでしょうね。車なのでお酒が飲めないのが残念です。土佐赤牛ですが、もともと明治時代に九州から農作業用の牛として導入したそうです。その後食肉用に改良されて現在では高知県固有の牛になっているそうです。何せ生産量が少ないので高知市内でもなかなか食べれるお店はないようですよ。
こちらのお店は山の中ですが、見ての通り混雑しています。見てください、この肉の色。もう見るからにうまみのある牛肉という感じですよね。そりゃうまいですよ。やっぱり丼にはお味噌汁がついていないとね。牛肉の丼といえば代表は牛丼ですけれどもね、ステーキ丼はもう肉の味がダイレクトに伝わってきます。ほぼもう高知でしか食べることのできない幻の和牛ですから、そんな貴重なお肉なんですけれども、ここのお店のお値段安かったんです。この丼3250円だったと思います。このお店以外にも赤牛街道にはいろいろお店があるみたいです。土佐高知は魚だけでなくお肉もうまい。土佐二郎という絶品の鶏肉もあるんですよ。もう高知県は本当にうまいものだらけですね。赤牛美味しかった。丸ごと赤牛から走ること約1時間。江南市にある井上ワイナリーに来ました。こちらはワインの本格的な醸造所です。高知産のブドウを使ったワインで有名です。新コーナーですね。私には目の毒ですが。こちらはワインの販売だけではなくカフェとしても利用できます。高知の食材を使った加工品、ワインのあてにぴったりのチーズなども販売されています。醸造タンクも見学できるようになっているんです。おしゃれなワイナリーですね。ところで、このタンク1本飲むの何日かかるかな。ワイナリーから太平洋が見渡せます。後半もお肉祭りです。本日の宿泊場所、アルファビレッジベースキャンプです。行って驚きました。この RV パーク。普通の RV パークは駐車場か空き地にトイレや電源設備があるだけじゃないですか。こちらは駐車場の前の倉庫がこの内装。ハワイアンテイストがもういっぱい。見るだけで楽しくなります。ここはすべてマスター、いや村長の DIY です。村長です。このバスで日本一周中ですが、現在は休憩中とのこと。キャンピングカーライフをすごく理解されています。またマスターの世界観がすごい。レトロ男子の、寄り道旅さん、今日は本当に、ご来村村ということですからご来村ありがとうございました。僕も日本一周を僕もしてまして、その日本一周の旅で得たものからこんな感じで RV パークを作らせていただきました。まだまだ発展している途中なんですけども、少しずつ、皆様方が快適に過ごせる RV パークを目指してますので、ぜひ高知県、寄った場合はお立ち寄りくださいませ。はい、そんな感じですかね。バッチリ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 。まだまだ建設中ですが、倉庫はカフェバーにする予定とのこと。この日はお願いして他に宿泊されていた方と一緒に飲ませていただきました。すごい居心地のいいおしゃれな空間です。椅子やテーブルなどは廃材を使って村長が DIY して販売しているとのこと。雑貨のショップもオープン予定とのことです。駐車場に泊まって寝るだけじゃなく、こんな場所でビールが飲めたらもう最高ですね。いやこのぐらいでもこれで走ったら目立つからこの日はハワイアンビールを飲みながら村長と話をして
楽しい夜を過ごすことができました。時間を戻して土佐の赤牛の購入からです。赤牛の産地本山町にあるスーパーサンシャイン本山、こちらのスーパーは土佐の赤牛が格安で購入されることで赤牛街道にも記載されています。確かに土佐の赤牛、びっくりするような安い値段でたくさん置いていました。希少な和牛がこんな値段で買えるなんて本当もうびっくりです。購入したのはこの2品。赤牛のローストビーフです。こちらは赤牛のステーキ。希少な和牛がこのお値段で買えるんですから。約 180g ありますから、ステーキハウスで食べたらいくらでしょうかね。赤牛のローストビーフはサラダ仕立てになっているのですぐに食べることができます。もう最高のお酒のあてですね。この日は最良の買い物ができました。調理開始です。頭打った。今料理作ってきますね。まず簡単にサラダから。男の料理です。今日は赤牛尽くし。よいしょ。シティのサイドオーニングがちょっと低いんですよね。後で分かりますけど、サイドオーニングを広げると天井が反射して明るいんです。はい、これでドレッシング。これで一品完成。まあ簡単。千切りキャベツを皿に盛っただけ。はい、これは盛り付けました。ローストビーフも皿に盛っただけ。2品完成。そしてメインディッシュですね。お肉を焼いていきます。こちらの RV パーク、サイドオーニングを出せて火も使えるので本当に使いやすい場所です。居心地抜群です。でもね、レトロ男子はなかなか食通なんですよ。ほんまかい。お肉焼くときは脂身、これで焼くと、これで焼くとね、お肉の倍増です。でこれね、見てください。今日買ってきたね、井上ワイナリーで買ってきた赤ワイン、完璧なラインナップです、ね。ではお肉焼いていきます。フライパンが小さくて焼きムラができました。ちょっと入りきらないですね。肉の焼ける音ってほんと素敵ですね。音を聞くだけでビール3杯飲むそうです。こうして食事を作るのも車中泊ライフの一つの楽しみですね。自分の好きな食材を買ってきて自分で調理をして食べる。それも楽しいです。土佐赤牛の和牛のステーキなんてここでしか買えないですからね。指で押さえて焼き加減を確認しました。そろそろ焼けてきたようです。火を止めました。さあ、ここからがレトロ男子のすごいところです。これをね、偉そうなこと言ってますが、火が通り過ぎて焼きすぎていました。銀ガムで包んで、
保温します。約1分間ね。次はですね、この肉汁が美味しいんですよ。これを使ってソースを作っていきます。なんて言ったってね、レトロ男子はグルメですから。焼きすぎてたって。いい匂いがしてきました。見てください、これ完璧ですね。はい、ワイン入れるの忘れてるやろ。当然この肉汁は捨てません。この肉汁が美味しいんですよ。焼きすぎたから肉汁あんまり出てないかな。ほら、焼きすぎてるやろ。はい。料理が下手くそな分、素材がカバーしてくれました。はい、ステーキ出来上がりです。さあ、宴の始まりです。です。いただきます。全然脂っこくないですね。脂身の多い肉は噛むと口の中にじゅるっとね、脂が広がるんですけれども、この土佐の赤牛、噛むと肉の旨味が口の中に広がるんですね。赤牛祭りできましたね。本当にね、脂っこくない。赤身が美味しいんですよ。私たちの年代にはもうドハマりのお肉になります。本当におすすめの食材です。ぜひ食べてくださいね。ぼちぼち食べているうちに日も暮れてきました。いい雰囲気ですね。ではワインをいただいていきます。井上ワイナリーさん、手頃な価格でワインが買えます。シャルドネの白ワインが美味しそうだったんですが、今回はお肉なんで赤を買いました。次回は白ワインを買って高知名物のクジラ料理とかウツボを食べてみたいですね。ちょっとつきすぎ違いますかね。美味しい。美味しい。お酒飲んでいる時は本当に幸せそうですね。でも美味しかったな、赤牛とワイン。こういうアウトドアでの食事も車中泊旅の一つの醍醐味です。この後バーに寄せていただきました。おはようございます。レトロ男子です。キャンプビレッジアロハウェイキャンプビレッジさんで、目覚めました。最高の夜を過ごさせていただきましたね。ここは本当に素晴らしいね、オーナーさんの世界観がもう詰まった素晴らしい RV パークでした。もう高知に来られた場合はぜひここでですね、利用されて、楽しんでいただいたら最高かなと思います。こちらの RV パークは南エリアと北エリアに分かれているんです。
私が宿泊したのは北エリアで、今映っているのは南エリアです。駐車スペースはもう北エリアの方が広いんですけれども、設備は南エリアの方が充実しています。今映っているのは村長が手作りで作ったキャビンです。素人作りとは思えない完成度です。エアコンもついています。南エリアに宿泊するとカフェタイムの終わった夕方からここを自由に使えるそうです。1台4人で4500円です。またここは定期的にイラストレーターが来られて、こんな似顔絵を描いてくれるんですよ。シンプルなイラストなら料金は2000円ぐらいからだそうです。私の泊まった北エリアは1区画3000円で500円で電源がつきます。このバスで日本一周をされるそうです。本当に楽しい RV パークでしたよ。こちらに泊まってよかったです。高知に行けばまた遊びに行きますね。